こんにちは。ゼロから旅行業務取扱管理者へようこそ。このチャンネルでは、知識ゼロの方でも合格できるよう、基礎から優しく解説します。第1回の今日は、この資格の全体像と試験の仕組みを見ていきます。この資格の正式名称は、国内旅行業務取扱管理者です。旅行会社が営業所を開くには、この資格を持つ人が欠かせません。旅行商品は形が見えず、契約のトラブルも起こりやすいものです。そこで取引を適正に管理するのが、この資格の役割です。取扱管理者には、営業所で果たすべき役割があります。一つ目は、旅行者への取引条件の説明や書面交付を管理することです。二つ目は、旅行の安全と取引の公正を確保することです。原則として営業所ごとに1人以上を選任します。地域限定では一定要件で兼務できます。だからこそ旅行業界で強く求められる資格なのです。この試験は年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。旅行会社や観光の仕事を目指す方に特に役立つ資格です。試験は年に一度の実施で、受験できるのは試験期間内に1回だけです。国内試験は観光庁長官の試験事務代行機関である全国旅行業協会 ANTA が実施します。令和8年度は9月3日から25日までの間で日時を選び、テストセンターのパソコンで受ける CBT 方式です。全科目受験の試験時間は120分で、免除区分では80分または40分です。受験手数料は8000円で、別にシステム利用料660円がかかります。全科目の申込みは6月18日から7月15日までです。試験は大きく3つの科目に分かれます。1つ目は、旅行業法及びこれに基づく命令です。2つ目は、旅行業約款、運送約款及び宿泊約款です。3つ目は、国内旅行実務で交通や宿泊の料金などと旅行業務の実務処理を扱います。令和8年度の全科目受験は3科目を120分で回答します。令和8年度の正式な合格基準は現時点ではまだ公表されていません。ANTA は合格者一覧を掲載するときに合格基準を公表すると案内しています。そのため、各科目6割を令和8年度の確定基準として断定することはできません。この動画では、各科目6割以上を学習目標としておき、3科目をバランスよく対策します。受験年度の正式な基準は、ANTA の公式発表で必ず確認してください。各科目で学ぶ内容をざっと見ておきましょう。旅行業法では、登録制度や保証金、取扱管理者を学びます。約款では、企画旅行契約や受賞料、保証のルールを学びます。実務では、JR の運賃計算と国内の観光地理を学びます。科目ごとに攻め方のコツがあります。旅行業法は、条文と数字を正確に覚えることが得点源です。約款は、受賞料や保証のパターンを整理して暗記します。実務は、運賃計算を手順として身につけ、地理は繰り返しで覚えます。学習を進める上で大切な点が3つあります。まず、苦手を作らないよう3科目をまんべんなく学ぶことです。次に、テキストを読むだけでなく、過去問を解く量を増やすことです。そして直前期に数字や受賞料を一気に総まとめします。試験に合格した後の流れも見ておきましょう。まず、合格そのものに有効期限はありません。合格すると、旅行会社の営業所で取扱管理者として選任されます。選任された後は、定期的な研修を受ける必要があります。研修の詳細は、最新の規則で確認してください。ここで、今日のクイズです。この動画で置く学習目標として正しいものは、次のうちどれでしょうか？
A は3科目の合計が6割以上。B は各科目それぞれで6割以上。C は得意な1科目が満点であれば良い。少し考えてみてください。正解は学習目標として B の各科目それぞれで6割以上です。これは学習目標です。正式な合格基準は受験年度の公式発表で確認しましょう。今日のまとめです。この資格は旅行業の営業所に欠かせない国家資格です。学習では各科目6割以上を目標にし、正式な合格基準は年度の公式発表で確認しましょう。実務では JR の運賃計算と国内の観光地理が中心になります。この3点を押さえておけば、スタートは十分です。次回からいよいよ本編、旅行業法の第1回に入ります。そもそも旅行業とは何か、登録にはどんな種類があるのかを解説します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。